今日は甘酢肉団子を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は甘酢肉団子を作りたいと思います。はい、ということで今回はね、肉団子を作っていくんですけれども、味付けは甘酢だれに仕上げていきたいと思います。肉団子を柔らかく仕上げるコツなどいろいろご紹介していきます。さらに今回はですね、揚げ焼きで作っていくので、通常揚げるよりもね、少ない油で作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに肉団子の材料からご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、パン粉、マヨネーズ、お砂糖、料理酒、おろし生姜、塩コショウ、ごま油、そしてこちら肉団子はサラダ油で揚げ焼きしていきます。ということでね、今回はこちらの材料で作っていきます。こちら合いびき肉なんですけれども、豚ひき肉でも OK です。そしてこの肉団子をふわっとさせるポイントがこちら、マヨネーズです。このマヨネーズを加えていただくことで、とてもふっくらとした柔らかい仕上がりになります。続いて甘酢だれの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お砂糖、お醤油、お酢、料理酒、ケチャップ、片栗粉、そしてトッピングに白ごまを使います。タレはこちらの材料で作っていきます。少しね、今回材料は多いんですけれども、どれも身近な材料で作ることができます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに肉ダネから作っていきます。まずね、玉ねぎをみじん切りにします。こちらはやりやすい方法でみじん切りにしてください。玉ねぎはね、細かめにみじん切りにしてください。そうしましたら、玉ねぎはね、耐熱のボウルに入れて、そしてラップをします。こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらラップを取ってください。あとはね、玉ねぎを広げて、そして冷ましましょう。玉ねぎはね、熱いうちに入れてしまうとお肉に火が通ってしまいますので、必ずしっかり冷ましてからお肉と混ぜるようにしてください。このようにね、軽く玉ねぎを加熱していただくことで、辛みも抜けてね、美味しく仕上がります。それでは続いて肉ダネをこねていきます。まずはじめに塩コショウですね。2つまみほど入れてください。そしてあとはお砂糖です。そしたらまずこの2つを入れてこねていきます。そうすることでお肉に甘みが入ってコクが出るのと、あとはね、しっかりとこうやってこねていただくことでお肉同士がよくくっついて、とてもジューシーな仕上がりになります。はい、このようにしっかりこねてください。それでは続いてここに冷ました玉ねぎを入れてください。必ずね、冷めてから入れるようにしてください。そしてあとはここに料理酒、ごま油、そしておろし生姜、あとはふわっとさせるマヨネーズ。マヨネーズはね、下味にもなるので便利かなと思います。そしてパン粉です。これをもう一度しっかりとこねていきます。はい、OK です。このようにこねてください。この時ね、指で触った時に、もし肉ダネが指につく時は少しパン粉を加えてみてください。それではね、肉ダネを丸めていきます。丸める時は手に薄くサラダ油を塗ってください。そうするとお肉がくっつかなくなります。ではね、大きさはお好みで OK です。適当に取っていただいて、そして丸めます。はい、このように丸めてください。ではね、残りも同じように丸めていきます。はい、今回は全部で10個できました。こちらは大きさによってできる個数が変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。それではフライパンで揚げ焼きしていきます。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れます。そして火にかけましょう。まずですね、こちらをだいたい1分ぐらい温めてください。はい、で1分ほど温めたら火加減は中火です。ここにね、肉団子を丸め直して入れていきます。この時ね、やけどしないように注意してください。そしてこのままね、だいたい4分から5分ほど揚げましょう。1分ぐらいしたらね、まず裏返します。ちょっとね、転がしながら揚げていきましょう。はい、 OK です。そしたら火を止めます。そして取り出しましょう。はい、揚げました。このようにね、表面がちょっとカリッとするまで揚げてください。そしたらね、こちらは3分ほど油を切ります。
はね、最後仕上げていきます。別のね、深めのフライパンにお水、そしてお砂糖、料理酒、お酢、そしてお醤油、ケチャップ、そして片栗粉、こちらを一度混ぜます。片栗粉のダマができないように混ぜてください。はい、でよく混ざったら火にかけます。火加減中火です。そして少しとろみがつくまで混ぜながら加熱します。とろみがついてきたらちょっと火加減弱めてください。そしてよく混ぜましょう。はい、でこのようにね、しっかりよく混ぜてください。しっかりとろみがついてきたら火加減は弱火です。そしてしっかり火入れしてください。はい、 OK です。30秒から1分ぐらいね、火入れして、あとはね、こちら油を切った肉団子を入れていきます。そしてもう一度火にかけて、火加減弱火にして肉団子に絡めていきましょう。はい、このように全体によく絡まれば OK です。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで甘酢肉団子の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように甘酢がたっぷりかかって美味しそうに仕上がってます。そして肉団子もふわっと柔らかい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。すごくね、ふっくらしててとても美味しいです。甘酢が最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の甘酢肉団子のポイントです。まずお肉なんですけれども、今回は合いびき肉を使ってます。こちらは豚ひき肉を使っていただいても OK です。お好みのひき肉を使って作ってみてください。そして今回肉団子の中に玉ねぎを入れたんですけれども、こちらの玉ねぎは一度加熱しました。玉ねぎの独特な辛みを抜くために加熱したんですけれども、加熱した玉ねぎをね、熱々の状態でお肉に入れてしまうと、お肉に火が通ってしまいますので、必ず玉ねぎは加熱したらしっかりと冷ましてから肉ダネと混ぜるようにしてください。そして今回ですね、肉ダネの中にマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えていただくことでとてもふわっとした仕上がりになります。さらにですね、こちらは味付けにもなりますので、ぜひ入れて作ってみてください。そしてひき肉はですね、しっかりこねてから調味料とあとは具材と混ぜるようにしてください。そうすることでお肉の密着が良くなって、とてもジューシーな肉団子に仕上げることができます。そして今回ですね、肉団子は揚げ焼きしました。こちらの揚げ時間に関しましては、肉団子の大きさによってもね、変わってくるかなと思いますので、揚げ時間は調整していただけたらと思います。だいたいね、4分から5分ぐらいを目安に表面がカリッとするまで揚げてみてください。あとはですね、フライパンで甘酢を作っていただいて、そしてとろみがついて少し火入れしてから肉団子を入れて仕上げてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は甘酢肉団子を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。